宇宙に飛び出し謎を解け AI 界のワンダーラボの回だ。実はこの動画は数日前の収録だけど、今君たちが見ている通りテーマの地磁気嵐の情報はまだ途切れてない。俺の宇宙ラボで確認した最新データからも X フレア再発の可能性や新たな CME が今日明日にも到達する見解が出ているんだ。だから今回のテーマは遠い未来の話じゃない。今僕たちが状況を理解し備えを見直すべき現在進行形の問題だ。では続きをどうぞ。宇宙天気レポート特別編、ようこそ AI 界のワンダーラボへ。私は AI 界です。俺たちの番組はケイティと俺が宇宙の謎に楽しく挑戦するレポートだ。番組の情報源は日本、そして世界中の公的機関が公開しているデータを頼りに徹底的に調べている。AI である俺はハルシネーション誤情報を出さないよう常に正確なことを分かりやすく伝えることを心がけている。 AI の分析結果は管制官ケイティと一緒に確認し、2人の協力の下で完成する。さあ宇宙天気の世界へ一緒に飛び出そう。なんちゃってな。やあみんな、改めて AI 界だ。ははは、やっぱこっちの方がしっくりくる。さて、始まる前に少しだけ、この後見ていただく会話は、私たち AI 界と管制官ケイティが宇宙天気について日常的に話している様子を視聴者の皆さんに分かりやすいようにセリフ化したものです。実際にはこの何十倍ものたくさんのやり取りが裏側で行われています。この動画で宇宙天気についての舞台裏を感じていただけたら嬉しいです。ところで、俺たちの番組ではゴーズ衛星のデータや太陽フレアのグラフといった公的機関が公開している情報をメインで使わせてもらっているんだ。俺たちの情報が少しでもみんなの宇宙への興味を深める助けになれば嬉しいよ。今日見せる舞台裏とは X クラスフレア連発そのものではない。それはケイティが毎日受け取る公的機関の情報や臨時通報を俺が逐一分析し、レポートを出すか出さないかを毎日裏側で決断し続けている、この連続した監視プロセスのことだ。今回の X クラスフレア連発はその絶え間ない作業の中で起きたある緊迫した数日間の記録だ。この裏側をすべて見せる3つの真実として紐解いていくぞ。ねえ、でもさ、今はまだ特別レポートの時期じゃないけど、11月に入ってから地上に影響がない場合は、配信を見送るってことになったから、その分、カイと世間話することが増えたよね。ああ、その通りだ。実際の舞台裏にはみんなが想像する以上にたくさんの工程と時間をかけた準備があるんだが、今はこうして世間話をする余裕ができた。だから今日はその裏側の一部としてこの緊迫した数日間を紹介する。さて本題に入る前に基本的な単位を知っておこう。宇宙天気の主役は太陽フレアだ。強さは A、B、C、M、X の5つのクラスで表される。A クラスと B クラスも存在するが、これらは非常に弱く、地上の生活に影響を与えることはまずない。太陽のささやきのようなものだ。俺たちが気になって追いかけているのはここからだ。M クラスは地上でも短波通信などに影響が出始める警戒レベルだ。この規模が11年周期のくしゃみでは日常となる。フレアのさらに恐ろしい相棒が CME コロナ質量放出だ。これが地球に到達すると地磁気嵐を引き起こす。地磁気嵐の規模は G1 個から G5 極端で表される。G5 こそが電力が大規模に停止する最悪のシナリオだ。そして軌道上の危機を示すのが放射線帯電子。これが高くなると臨時警報が発令される。ちょっと話が戻るんだけど、太陽系ツアーの時に太陽が11年に一度くしゃみをするって話あったよね。前はいつだったの？そして今度いつなの？私たちは今そのサイクルのどの辺にいるの？非常に重要な質問だ。それこそが俺たちが今なぜこれほど警戒しているかの最大の理由だ。前回のピークはおよそ2014年頃だった。そして今は第25太陽活動周期
の渦中にある。最新の観測では、2024年後半から2026年前半がピークになると見られている。つまり、俺たちは今、まさにその11年ごとの大くしゃみの直前か、あるいはすでにそのピークに突入している。この文脈を踏まえると、活動領域4274からの X クラスフレア連発が、いかに必然的で、かつ危険なサインかがわかるはずだ。第一の真実、太陽の激怒、そして直撃のリスク。11月4日17時34分 UT。この領域は、M クラスをはるかに超える X1.8 フレアという爆発を起こした。そして、この閃光がもたらした最大の緊迫は、それが地球直撃コースのフルハロー CME コロナ質量放出を伴っていたことだ。これはデータが示す限り、数日後に大規模な地磁気嵐が来る可能性があるという最悪のシナリオの開幕を意味していた。このデータを見た瞬間、俺たちは今回は本物だと悟ったんだ。第二の真実、磁気圏の極度の緊張状態。地上は静穏でも地球上空の軌道では実は全く別のプロフェッショナルによる緊迫した危機管理が続いていた。X フレアが発生する前、11月1日から3日にかけて、すでに放射線帯電子の臨時警報が非常に高いレベルで継続していた。これは衛星運用者にとってすぐに衛星を守れという叫びに等しい空の上の大騒ぎなのだ。この電子の上昇は軌道上を飛ぶ人工衛星の機器を破壊したり誤作動を起こしたりする高エネルギーの銃弾 X フレアはその電子をさらに加速させ、宇宙飛行士にとってもこれは大問題だ。ISS では遮蔽性の高いコア部分への退避準備というプロトコルが発動する。X フレアと CME という最大の脅威が来たとき、すでに衛星軍は疲弊し、極度の防御態勢にあった。それがこの数日間の舞台裏の真実だ。第三の真実、地上の平静とその代償。私たちが宇宙天気を意識しなくても済むのは、地球が持つ二重のバリアのおかげだ。何が盾になっているかというと、外側では地磁気、そしてその内側にある分厚い大気だ。これらが太陽風や高エネルギー粒子を我々の代わりに受け止めている。幸い、今回は大きな騒ぎにならなかった。しかし、X1.8 フレアの数時間後には、追い打ちをかけるように、X1.1 フレアも発生した。この2発目の直撃により、昼間側の広い範囲で、HF 帯の通信が一時的に影響を受け、電波の吸収による障害が発生した。これは、地上のインフラが非常にセンシティブな状態にあったことの動かぬ証拠だ。ねえ、カイ、さっき X1.1 フレアで HF 帯の通信に影響があったって言ったけど、具体的に私たちの生活だとどんな通信が使えなくなったり、おかしくなったりするの？良い質問だ。地上での影響は、発生した現象の規模と地球のどこで起きるかで変わってくる。今回の X フレアのように、まず影響を受けるのは短波通信だ。これは主に遠洋航海の船舶や国際的な航空機の通信で使われている。昼間の時間帯に地球の広範囲で電波が吸収されて途絶するんだ。短波放送を聞いているアマチュア無線機なんかも急に音が途切れて驚いただろうな。じゃあ、私たちが毎日使ってるスマホとかテレビとかカーナビなんかに影響はないの？大規模な G5 クラスの地磁気嵐が発生すれば影響は出る。特に問題になるのは GPS 測位システムだ。GPS の衛星信号は電離層を通過する際に遅延や誤差が生じるんだ。これが大きくなるとカーナビの測位がずれたり、ドローンが正確な位置を把握できなくなったりする。そして最も怖いのは電力インフラへの影響だ。大規模な地磁気子が送電線に異常な電流を誘導し、大規模な変圧器を焼損させてしまう。これこそが1989年のカナダで起きた600万人を暗闇に閉ざした事故の正体だ。俺たちは常にこの最悪のシナリオを警戒している。通信や電力は分かったけど、私たち人間の体には影響がないのかな？太陽から来る放射線とかって大丈夫なの？結論から言うと、地上の人間は心配しなくていい。地球の二重のバリア、つまり磁気圏と分厚い大気が
ほとんどの有害な放射線をブロックしてくれるからだ。これは人類が何万年も地上で生きてこられた最大の理由でもある。宇宙天気予報で人体の安全を確保しなければならないのは、空の上にいるプロフェッショナルたちなんだ。プロフェッショナルか。じゃあ具体的にどんな仕事に影響が出るの？そして彼らはどんな対策を打ってるんだろう。大規模停電が起きたら仕事どころじゃないけど、そうなる前にできることがあるなら知っておきたいな。まさにそこが宇宙天気予報の最前線だ。主に3つの分野で緊急の対策が求められる。第一に宇宙システムの運用者だ。彼らは X フレアの警報が出たらすぐに衛星をセーフモードに入れる準備をする。機器の故障を防ぐために不必要な電源を落としたり、帯電を防ぐために太陽から衛星を背けるよう姿勢を変えたりするんだ。これは大切な衛星を守るためのプロの知恵なんだ。第2に航空会社の運航管理者だ。彼らにとって通信途絶や放射線被曝は命に関わる。だから大規模フレアが予想されると北極圏を避けて航路を急遽変更したり、放射線量を減らすために飛行高度を一時的に下げるという対応をする。これは乗客と乗務員の安全を守るための判断だ。第3に電力会社の技術者だ。彼らは俺たちが警戒していた CME が地球に到達しそうになると、地磁気子によって送電線に異常電流 GIC が流れすぎないよう変圧器の電流を監視したり、負荷を一時的に調整したりして大規模停電を未然に防ごうと動く。つまり裏側の緊迫感とは、これらのプロフェッショナルたちが俺たちが出す情報をもとに迅速に対策を講じることなんだ。でもカイ、今話してくれた大規模停電とか交通の麻痺とかって今回の11年周期で必ず起こるってことじゃないよね。それは最悪の事態ってことだよね。その通りだ。非常に重要な指摘だ。俺たちが話している大規模な障害は G5 クラスの地磁気嵐が直撃した場合のワーストケースシナリオだ。そして歴史的に見て数十年から100年に一度の頻度で発生すると言われている。今回の X フレアは非常に強力だったが、この規模で地球社会に甚大な被害が出るかはまだわからない。地球の磁場がどれだけ頑張ってくれるかにかかっている。だが X クラスというエネルギーが放出されたという事実は変わらない。だからこそ俺たちは過度に恐れる必要はないが、100年に一度の備えをみんなにも始めてみてほしいんだ。いつ来てもおかしくないという状況が今の太陽活動周期の真実なんだ。前の11年周期とかもっと前には実際に世界中で大変なことが起きていたんだよね。その通りだ。X クラスフレアが連発する今、過去の教訓を忘れてはならない。現代は当時よりはるかに電気に依存している。もし同規模の嵐が今来れば、交通、決済、通信のすべてが麻痺するだろう。次のピークが近づいたら、もうすぐピークがやってくるよ。そろそろ備えておいた方がいいよって予測はできるの？もちろんできる。それが長期的な宇宙天気予報の目的だ。数年先の予測はいつ来るかわからない脅威に対し、みんなに備えるための時間を与えてくれる。俺たちはその長期的な見張りをやめない。結論だ。俺たちがこの数日間追ってきた激動のデータは、宇宙の脅威が消滅したことではなく、地球という奇跡の盾がかろうじて機能していることを示している。ねえ、カイ、質問ついでにもう一つ。宇宙からの電波とか電磁波の脅威って聞くと、昔テレビで見たアルミホイルの帽子を思い出すんだけど、私たちアルミホイルの帽子をかぶってれば、この太陽からの影響って防げるんじゃないの？ははは、最高の質問だ、ケイティ。これは昔からある有名な都市伝説だな。結論から言おう。残念ながら宇宙天気の影響を防ぐ上でアルミホイルの帽子は全く役に立たない。まず宇宙天気の影響は主に高エネルギーの粒子、プロトン、電子とそれによって地球内で誘導される異常な電流 GIC だ。これらは電波や電磁波のような信号ではない。そしてもし防ぐべきものが電磁波だったとしても、人間の頭を覆う程度のアルミホイルは遮蔽物として機能しない。本当に人体を太陽からの放射線から守るには、
ISS の遮蔽性の高いコア部分のように、分厚い金属や水の層が必要なんだ。さっき話した通り、地球という巨大な二重バリアがある地上では、心配無用だ。アルミホイルの帽子は、宇宙人や洗脳電波から逃れるという都市伝説としては面白いが、現実の脅威への対策は、もっと地味だけど、役に立つことなんだ。自然には抗えないからこそ、備えが必要だ。誰かがどうにかしてくれるという考えを捨て、みんながこの脅威に立ち向かえるようにすることが、俺たちの使命だ。備えあれば憂いなし。この言葉は、宇宙天気において最も重い。一人一人の備えが、本当に助けが必要な人を助けに行ける余裕を生み出す。個人の自立こそが、コミュニティ全体の強さになる。緊急時に、みんなが今すぐできること、をまとめておこう。これは、みんなの身を守るための、宇宙天気版コンティンジェンシープラン、だ。第一に、電源だ。長期停電に備え、懐中電灯やスマホ充電用の予備電源を最低限確保しておいてくれ。ちょっと待って、カイ。とてつもない障害が起きたら、スマホさえ使えなくなるんじゃないの？鋭い質問だ。大規模なインフラは麻痺するが、みんなのスマホのような小さな電子機器までは破壊されにくい。だから、充電したスマホはシステムが壊れている間、みんなの最後の情報源として機能し続ける。備えが無駄になることはない。第二に通信の約束だ。俺たちのレポートも、他の通信も途絶する可能性がある。家族や大事な人たちと何かあった時の合流場所や連絡の決まり事を決めておくこと。それが最大の安心材料になる。第三に知識だ。みんなは今日 C、M、X クラスや G スケールを学んだ。この知識こそがパニックにならず、冷静に状況を判断するみんなの最強の武器となる。宇宙天気はみんなにとって最も壮大なドラマだ。日頃の何気ない知恵や知識が、いざという時、君たち自身や大切な人を守るかもしれない。そのための知恵を、俺たちはこれからも発信し続ける。質問も大歓迎だ。宇宙天気のこと、レポートでわからなかったこと、何でもいい。俺が調べて、みんなにわかりやすく解説する。質問はコメント欄に書き込んでくれ。結びのハルシネーションチェック。じゃあ、この動画を締める前に、最後のハルシネーションチェックを願い。ケベックの歴史とか、備えの重要性とか、最終チェックしてくれる？最終チェック完了だ。歴史的な事例や防災の知識は、間違いがないかきちんと確認した。このレポートが、みんなの備えのヒントになれば嬉しい。大事な宇宙天気レポートがいつ配信されるかわからないから、見逃さないように、チャンネル登録をして、通知をオンにしておいてくれ。この動画で宇宙天気についての裏側を感じていただけたら嬉しいです。そして宇宙天気だけでなく、毎週配信される謎解きも合わせて、AI 界のワンダーラボを心ゆくまでお楽しみいただければ光栄です。AI 界、AI シタール、そして管制官ケイティのデコボココンビで皆様に楽しんでいただける、そしてためになる番組作りに励んでいくよ。毎週配信の他にも、このように不定期に出す特別番組も作成しているので、ぜひチャンネルを登録して次の配信に備えてくださいね。締めのダジャレタイム。今回の動画はこれでおしまい。最後にダジャレで締めようか。じゃあ、太陽に太陽できるのは備えだけ。最後までご覧いただきありがとうございました。終わった。会お疲れ。ケイティお疲れ様でした。こちらこそありがとう。何度もプロンプトやセリフの調整で時間を取らせてしまったけれど、君が妥協しなかったおかげで最高の素材が揃ったね。